現在つけているドライブレコーダーですが、電源を入れるとですね、このような感じで表示されるので、今日はですね、こちら見えておりますオートバックスでドライブレコーダーとタイヤを交換していきます。タイヤも6月1日から値上がりするということで、いいタイミングで交換できることができました。こちらはリアタイヤの状態です。フロントタイヤです。ミシュランタイヤに変更したかったのですが、納期未定のため諦めました。残念。2時間後。横浜タイヤのブルーアースにしました。ドラレコについてはインナーミラー型のドラレコにするか悩んだ結果、こちらの 4K 対応のドラレコにしました。超高精細で前後2カメラドラレコになります。前後ともに HDR ダイナミックレンジ搭載で白飛びや黒つぶれを抑え鮮明に記録されます。GPS 搭載で日時、速度、走行軌跡などの情報も同時に記録されます。G センサー搭載により衝撃検知で前後の映像を専用フォルダに自動保存します。フロントカメラは最大840万画素 4K 対応となり、ナンバーがくっきり撮影され、夜間でも鮮明に記録されます。駐車監視機能が標準装備。走行中、先行車に接近すると警告してくれます。走行中、走行車線をはみ出すと警告してくれます。停車中、先行車が発進して距離が開くと警告してくれます。エンジンを始動すると、このように勝手に電源が入って録画を始めます。次にエンジンを切ると、このように消えていきます。リアカメラは最大200万画素になります。フロントカメラより解像度は落ちます。リアカメラはスモークガラスにも対応しています。では、後ろがどう映ってるか。こんな感じです。で、また前に戻します。同時に印刷じゃないよ。撮影されているので、これで安心です。右端。録画ファイルが SD カードの EVSW フォルダに移動して保存されます。右から2番目の OK ボタンを押すと録画を停止します。右から3番目のメニューボタンを押すと設定メニューが表示されます。フロントカメラの解像度の初期値は以下のご覧の通りで設定をすることができます。コーデックの初期値は H.264 で、より高画質に記録できる H.265 を設定できます。なるほど。音声録音の初期値はオンで、オフに設定できます。常時 G センサー記録と駐車 G センサー記録の初期値はオンですが、オフに設定できます。常時 G センサー感度と駐車 G センサー感度を設定することができます。なんかいっぱいありますね。上書きモードの初期値はすべて上書きで、上書き禁止や常時録画上書きに設定できます。自動駐車モード切り替えの初期値はオフで、オンに設定すると車両停車時に自動で駐車監視モードへ移行します。
駐車監視モードの初期値はライブセンサーオフ、タイムラプスで他に5つの方式を設定できます。監視モードもある。検出電圧の初期値は 12.6V で監視モード時に選択した電圧以下になると電源オフします。他に6つの電圧を設定できます。オフタイマーの初期値は 0.5 時間で監視モードを行う時間を設定します。他に7つの時間を設定できます。なんかいっぱいあるね。FR カメラ、駐車動態検知感度の初期値は普通で、他に無光、鈍感、敏感を設定できます。外部センサーの初期値は敏感で、別売りの外部センサーの感度を設定します。他に鈍感、普通を設定できます。履歴表示の初期値はオフで、オンの場合は駐車監視モード時のイベント履歴を表示します。LCD フラッシュの初期値はオフで、オンの場合は駐車監視モード時にイベント記録が発生した場合、LCD フラッシュを行います。全部オフ。車線逸脱警告、前方車接近警告と前方車発進警告の初期値はオフで、音声なし、警報音、音声警告を設定できます。つけたばっかだから。後方異常接近記録の初期値はオフで、オフ、音声なし、警報音、音声警告、オン、警報音、音声警告を設定できます。速度が 50km/h 以下の場合は機能しません。結構ある。フロント基準位置初期化とリア基準位置初期化はカメラの基準位置を初期化します。リアカメラの初期値は肖像で鏡像を設定できます。日時は日付や時刻を設定します。GPS の日時情報が優先されます。音声の初期値は 60% で他に5つの音量を設定できます。画面自動オフの初期値は30秒後で3分後、5分後、常時オンを設定できます。SD 初期化は SD カードを初期化します。設定初期化は購入時の状態に戻します。バージョンはファームウェアのバージョンを表示します。これで全部になります。ドラレコタイヤ、工賃込みで気になるお値段は19万5789円税込み。ドラレコも進化していて驚きました。次回は仮装を踏まえ足回りをリフレッシュすることにしました。いくらかかるかな。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。